本日の動画は失敗しない AI 変身動画の作成方法ということで、こちらの画像のようなですね、背景が統一された画像を生成して変化する場所を少なくしてですね、AI に対象をわかりやすくすることで変身動画の成功率を上げていく。まずは指示書を使って画像プロンプトを生成していきます。今回使用するのは変身前後プロンプト生成指示書汎用版です。こちらの説明書に入力欄の説明があります。プロンプト数や変身のテーマ、変身前の詳細、変身後の詳細、背景が指定できます。また追加指示も入力することができます。こちらの指示書をコピーして一旦メモ帳で編集していきます。入力欄はこのようにわかりやすく書いてあります。ここに入力とあるので、まずは変身のテーマですね。テーマは日本のサラリーマンが妖怪に変身としました。次に変身前の詳細。ここには日本のサラリーマンと打ちました。そして変身後の詳細。変身後の詳細は日本の様々な妖怪、鬼としました。そして背景。背景は日本のサラリーマンが活動していそうな場所。このように具体的に書くと AI にとってわかりやすいかなと思います。オフィス、カフェ、パチンコ屋、居酒屋などとしました。そして追加指示。ここにですね、今回は背景を統一させるための文言を書いておきましょう。このように書きました。背景は変身前後で完全一致させる。入力が終わりましたら、こちらの指示書をコピーして、毎度おなじみ Google AI Studio さんに貼り付け、テンパラチャーは 0.8 で、最後にここにプロンプトカウントとありますので、こちらを任意の数字に変更します。今回10と書かれていて、10個のプロンプトが生成されます。このまま10個で実行していきましょう。このように分析が始まりまして、まずは名前と説明が出た後にプロンプトのみをこのように出していってくれています。今出力をですね、こんな感じですぐにコピーできるような形にしています。次に変身前のプロンプトだけ欲しいので追加指示でこのように打ちました。変身前と変身後のプロンプトを別のコードブロックに分けて出力。コードブロックというのはこのようにコピーボタンがついているコード用のブロックのことです。このボタンでコピーしたり、こちらのダウンロードボタンからテキストファイルとしてダウンロードすることもできます。Google AI Studio にコードブロックといえばこのような形で出力してくれます。今ですね、このように変身前と変身後のプロンプトを分けて出力してくれました。これでまず変身前のプロンプトをコピーして、Stable Diffusion のスクリプトからプロンプト from File or Text Box を選択。ボックスにプロンプトを貼り付けて、UI は Flux でモデルを選択して、今回はサンプリングステップ10でいきます。画像サイズは720の1280で今回は行きましょう。これで生成してみます。変身前の画像が生成できました。サラリーマンだったり、サラリーマンじゃないものが混じっているような気がしますが、こちらの画像を元に次は変身後の画像を生成していきます。変身後の画像生成はイメージ2イメージの InPaint という機能を使用します。まずはこちらの画像入力画面に画像をドラッグ&ドロップで入力。1枚目はこちらの画像を使用します。InPaint という機能はこのように塗りつぶした部分を再生成してくれるという機能になります。塗りつぶした部分をマスクと呼びます。本来のイメージ2イメージは画像全体を参照してイメージ2イメージ、新しい画像を生成します。InPaint の場合はこちらの塗りつぶした部分だけを新しく再生成します。他の部分は変化しません。ひとまずこのマスクで生成してみます。下の方に行くとInPaint の設定があります。ここではデフォルトで生成していきます。画像のサイズはこちらの自動読み込みボタンを押して元の画像と同じサイズにします。そして重要な設定がこちらのデノイジングストレングス。この設定は元の画像からどれぐらい変化させるかという設定になります。デフォルトでは 0.75。ここで設定するのもありなんですが、おすすめはスクリプトの XYG プロットを使用していくつかのデノイジングの数値で一気に生成、検証するのがおすすめとなります。まずはこのように数値を打ちました。0.7、0.8、0.85、0.9、1。こちらの設定で生成していきます。生成が完了しました。こんな感じで左からデノイジング 0.7、0.8、0.85、0.9、1と
パッと見 0.8 と 0.85、そして 0.9 と1は変化があまりないので、同じような画像が出る数値に関しては省略してもいいかもしれないですね。例えば 0.7、0.85、1の3枚でやっていくとかですね。このように XYZ プロットのスクリプトを使ってデノイジングで複数生成することによって選択肢が増えるというメリットがあります。例えば1だけで生成した場合にこれはちょっとなんだかなっていう場合でも 0.85 とか 0.7 のバージョンがあれば 0.85 が一番いいなみたいな時もありますので、このようにスクリプトで複数枚生成してしまうというのがおすすめです。でこちらですね、妖怪になった後の姿を見てみると、少し弱々しいイメージがあるのがわかりますかね。腕も細くて、なんだかギュッて縮こまってるような印象を受ける。これはですね、先ほどのインペイントで塗りつぶした範囲が狭すぎることが原因です。先ほどはサラリーマンギリギリで塗りつぶしています。なので、この範囲でしか妖怪が生成できなかった。なので、このようにギュッて縮こまったような感じになってしまったということです。つまり、もう少し範囲を広げた方がいいっていうことになりますね。こんな感じでですね、もう少し大きめに範囲を指定していく。こんぐらいですかね。せっかく妖怪に変身しても、サイズが同じだとちょっと物足りない感があるので、少し広げてやってみます。こちらで生成。出来上がりました。こんな感じでサイズが大きくなっているのがわかるかなと思います。0.7 は元のサイズに近い感じで、だんだん大きくなって、先ほどよりも表現力もアップしてますね。先ほどの画像では範囲が狭すぎたのか、光る演出とかも微妙な感じ。だけど新しい画像の方ではですね、体の光も増えており、より魅力的になっているかなと思います。やはりですね、0.8 と 0.85、0.9 と1は同じような画像になってますので、0.7、0.85、1で生成していくのがおすすめです。で、例えば、これをつないでいくこともできます。元の画像から 0.7、0.85、1というようにつないでいくこともできますし、元の画像から一気に1までいくこともできるし、0.85 で止めることもできると。いろんなパターンが考えられますね。このように複数生成しておくことで選択肢が増えます。ではもう1枚ぐらいやっておきましょうか。こちらの画像からもう1枚変身後を生成していきます。まず先ほどの画像をこちらのゴミ箱ボタンで削除します。そして次の画像をドラッグ&ドロップで入力。この左上のツールバーに関してですが、このスライダーでブラシサイズを変更できます。こんな感じで大きくしたり、左にスライドするとブラシサイズが小さくなります。他にもですね、元に戻すとか、センターポジションに戻すとか、一番左のボタンでは全画面表示で編集できます。ブラシサイズを少し大きめにして、今回は先ほどの例に倣って少し大きめに範囲を取りましょう。こんな感じで。もうちょっと下も。こんぐらいでいきましょうか。そして全画面を解除して、先ほどの返信前に対応したプロンプトをコピーして、プロンプト欄に貼り付け。そしてスクリプトですね。同じような画像ができる数値は削除して 0.7、0.85、1のみにしました。これで生成していきます。画像が出来上がりました。こんな感じで少し外人になっちゃってますね。これはプロンプトにジャパニーズとか入れるとそのまま日本人のまま言ってくれるかなと思います。あとこの辺り少し境界線が出ちゃってる部分があります。マスクの境界線がくっきり分かりやすくなっちゃってる。こっちに関しては崩れちゃってますね。これに関してはですね、少し範囲が大きすぎるというのと、こちらのインペイントの設定で改善できる場合があります。こちらの設定に関しては AI 変身動画講座の中で詳しく説明していますが、まず有効な設定としてはマスクのぼかし、境界のぼかし具合を調整する設定。デフォルトは4ですが、数値を大きくすると境界が滑らかになります。ただ、ぼかしすぎると変身の範囲が曖昧になる可能性があります。こちらのマスクブラーという設定ですね。ここを少しだけ開けてみましょうか。6にしてみました。そしてマスク部分をですね、上を少し削ります。こんな感じで。ある程度の大きさは確保しながら、先ほどよりは小さくしてみました。
これでもう一度生成してみます。できました。今度はいい感じではないでしょうか。この辺もね、ちょっと味があるというか、最終的な形態は完全に妖怪と化していて、境界線に関しては、こちらはまだちょっと違和感がありますね、ここに。こんな感じで境界線が出ちゃってます。先ほどのマスクブラの数値を要調整という感じですかね。一番右に関しては、ここが外の木のようになっていて、うまくごまかされているかなと。さっきみたいにここが崩れてないのがいいかなと思います。塗りつぶしの範囲を調整したことでうまくできました。あとは、この画像をですね、フォトピーとかで調整していく。この境界が気になるのであれば、スポット修復ブラシなどでこんな感じでなじましてあげる。この辺りもなじまして、なじませて、なじませて、これでだいぶですね、境界線が分かりにくくなりました。まださらに微調整が必要だなと感じたら、ブラシツールとかで色を抜いて、不透明度を下げて、この辺をですね、調整していく。あとはぼかしツールなんかでですね、この辺をぼかしてあげたりとか、するともうほとんど境界線は分かりにくくなったのではないかなと思います。これを動画化していくとですね、また全然分かりにくくなります。境界線は気にならなくなるかなと。はっきりと出ちゃってる場合は、インペイントの設定のマスクブラーを調整したり、こちらの塗りつぶし範囲を調整したりして、再生成がおすすめです。ということで、先ほどの画像をですね、動画にしてみました。動画にする際も指示書を活用して、今回は返信なので、返信動画プロンプト生成指示書のクリング特化を使用しました。出来上がった動画がこちらです。こんな感じでスムーズに返信をしてくれてますね。ちょっと無理やりこの人たちを出した感はありましたが、妥協できるレベルではないでしょうか。対象がきちんと返信をしているという点では妥協できるレベル。こちらの返信に関しては少し難易度高いかなと思いましたが、やはり背景が近いということでですね、AI が返信をしやすくなったということですね。もうこのプログラマーの方は失敗する方がおかしいぐらいの背景の一致度なので、99% 成功すると言えるでしょう。特にクリング AI とかクレジット消費を抑えたい人はこちらの手法の方がいいかなと思います。すべての生成物を利用できるっていうことになるんでね。ということで今回はイメージ2イメージのインペイントを使って指定範囲だけ再生成することによって失敗しない滑らかな AI 返信動画を作成する方法を解説しました。このような方法が網羅されている AI 返信動画講座というものがあります。今、モニター講座もやっていますので、興味のある方は概要欄よりホームページの方をご覧ください。今回使用した指示書に関しても販売指示書一覧からご覧いただけます。あなただけのオーダーメイド指示書作成サービスもありますので、ぜひこちらもご覧ください。質問等あればコメント欄へ高評価、チャンネル登録お願いします。今回は以上になります。それではまた。